こんにちは。この動画は2泊3日のシカゴ Vlog です。1年前になりますが、アメリカ・イリノイ州のシカゴへ2泊3日の旅に行ってきました。まずは早朝、シンシナティの空港からシカゴオヘア空港に向かいます。シカゴに到着したら、まずは空港からダウンタウンに行くため、電車のチケットを券売機で購入します。オヘア空港とダウンタウンを結ぶブルーラインで約40分かけてワシントン駅に向かいます。まずはベーカリーでブランチをテイクアウトしました。アメリカ人 YouTuber がおすすめしていたこちらのお店なんですが、とっても人気なお店で、テイクアウトの注文をした後に外で待つ人がたくさんいました。注文してから30分くらい待ったと思います。テイクアウトしたものを持って、シカゴといえばのクラウドゲート、通称ザ・ビーンを見にミレニアムパークに来ました。クラウドゲートの中を通ると気持ち悪くなるようなグワングワンしたアートが目の前に広がります。クラウドゲートを見学した後はピクニックです。今回のベーカリーのお目当てはこちらのレインボーケーキです。私がアメリカに来てからどうしても食べてみたかったものの一つなのですが、生クリーム部分がシャリッとするほど砂糖が入っていて、すごく甘かったです。アメリカを感じることはできますが、リピートしたいとは思いません。その他のパンはもちろんすごく美味しかったです。歩くのが大好きなので、ピクニックの後はシカゴ散策をします。こちらはトランプ大統領が建てたタワーとして有名なトランプタワー。シカゴ川沿いにリバーウォークという散歩道があったので、そこも歩きました。シカゴに住んでいる知り合いの話では、この川沿いにあるレストランが美味しいそうです。散歩していると、アメリカ三大美術館の一つ、シカゴ美術館に到着しました。本当に広いので、すべてを見て回ることはできませんでしたが、心を落ち着けてアートに触れるのっていい時間ですよね。五大湖の一つ、ミシガン湖の湖畔に広がる代表的な観光スポット、ネイビーピアへ湖畔をお散歩しながら向かいました。カフェとかレストラン、ショッピングセンター、遊園地、ライブステージ、シアターなどなど、観光客がすごく多かったです。そんな中でも、それぞれの人が穏やかに好きなことをして時間を過ごせる空間って感じがしました。私たちは喉が渇いていたので、到着してすぐ、まずはフローズンドリンクでランドマークの観覧車を眺めながら乾杯です。日が暮れてきて、シカゴ三大グルメの一つ、シカゴディープディッシュピザを食べました。シカゴ出身の友人一押しで、シカゴに来たらぜひ食べてほしいレストランの一つだということです。超有名店です。パイみたいにとっても分厚くて、一番小さいサイズを2種類、友人と夫と3人で分けて食べたんですが、半分も食べきれず、ボックスをもらって持ち帰りました。信じられないくらいの量のトロトロチーズでお腹にずっしりくるタイプだったんですけど、私の好きな味でした。レストランは混んでる上に、ピザはオーダーされてから約40分かけて焼き上げるということで、早めに行ってオーダーしておいた方がいいかもしれないです。私たちは2時間待ちでした。夜はホテルまでお散歩がてら歩いて向かいました。アメリカで夜遅い時間に出歩くことはあまりおすすめできませんが、
シカゴのダウンタウンは遅い時間帯でも女性が一人で歩いていたりして、明るい道は安心して歩くことができました。昼間に歩いた時とはまた雰囲気がガラッと変わって、夜もとっても綺麗ですよね。都会の夜景を久しぶりに見ることができて、ラッキーな気分になりました。ホテルは直前に予約したので、リーズナブルで空きのあるところだったんですが、建物自体は新しいわけではないけど、私の想像より清潔感もあって、過ごしやすいホテルでした。1階部分がバーのようになっていて、夜遅めの時間帯まで騒がしかったんですが、私は遅い時間帯まで外出していたので、それほど気になりませんでした。2日目はホテルで前日の残りのピザを朝ごはんに食べて出発です。冷めても美味しかったですが、やっぱり朝ごはんにしては重たいなぁと思いました。まずはお散歩して、アメリカの有名な老舗チョコレートメーカーのアイスクリーム屋さんに来ました。こちらもシカゴ出身のお友達に教えてもらったお店です。私は何と言ってもアイスクリームが大好き。開店と同時に行ったので、並ぶことなく食べることができました。夫とシェアしたんですが、量はちょうど良かったです。結構大きいですし、結構甘いので。とっても甘かったので、コーヒーによくマッチしていました。かなりの甘党さんじゃない限り、コーヒーと組み合わせてオーダーするのがおすすめです。アイスクリームを堪能した後は、バスで移動してフィールド自然史博物館へ向かいます。自然史博物館に行くのは、記憶の限り多分これが初めての経験でした。感想は、とにかくすごく広い。ここも数時間で見て回りきるのは難しかったです。自然とその歴史を学ぶことができる素敵な経験になったかなと思います。私のお気に入りはやっぱり地球上に存在する最大級のティラノサウルスです。こちらの博物館最大の見どころといっても過言ではないと思うんですが、本当に感動的でした。保存状態がとてもいいみたいで、実際に見てもすごく迫力があって、世界中で名高い数の化石、必見です。お隣にあるジェット水族館とどちらに行こうかすごく悩んだんですが、フィールド博物館に来てよかったと思える場所でした。次回シカゴに来る際は水族館にも行ってみたいなと思っています。博物館を楽しんだ後は、ウォータータクシーを使って再びネイビーピアまで移動しました。シカゴはミシガン湖やシカゴ川など川に囲まれているので、船での移動がとても便利で楽しい経験になると思います。クルーズもあったので、次回はクルーズも楽しんでみたいなと思っている次第です。どうしても海に見えるような気がしてしまうんですが、湖なので風はすごく爽やかでした。潮風じゃないので髪の毛がバサバサにならなくて気分もとっても良かったです。ネイビーピアに着いたらミシガン湖の夕日を眺めながらカクテルで乾杯です。暑いので私はフローズンドリンクを飲みました。
これはウォーターメロンレモネードです。日本ではあまり飲んだことなかったんですけど、アメリカに来てからレモネードをよく飲むようになりました。シカゴ三大グルメのうち2つ、大きなピクルスが入ったシカゴ風ホットドッグとイタリアンビーフを楽しむことができるレストランに来ました。イタリアンビーフは移すのを忘れました。経験としては良かったんですが、私の好みの味ではなかったので、またリピートすることはないかなと正直思っています。ディナーの後はお散歩へ。目的地は夜のライトアップが綺麗なバッキンガム噴水です。世界でも最大規模級らしくって、音楽も相まってとっても素敵な空間でした。噴水からの帰り道、どこから上がっていたのかはよくわからなかったんですが、多分噴水の方から花火が上がっていて、気分もすごく上がりました。3日目はまずずっと行ってみたかった世界最大級のスターバックスリザーブシカゴロースタリーに行ってきました。世界に6店舗しかないリザーブロースタリーの一つです。東京の中目黒にもありますよね。1階から5階まであって、本当に広くてワクワクする空間でした。まずはじめに私たちは4階のカクテルバーにて、カクテルで乾杯をしました。チープな表現ですが、大人の味がして美味しかったです。続いて3階のカフェにて、入り口のお姉さんにおすすめしてもらったアイスティラミスラテを夫とシェアして飲みました。1階はグッズやコーヒー豆がたくさん販売されているフロアで、マグカップを購入しました。スタバでのんびりした後はハリー・ウィンストンへ。シカゴ旅行に行った時には結婚してから1年ほど経っていたんですが、私たちは結婚指輪を購入していなかったので見に行くことに。素敵なおもてなしでとってもいい時間になりました。やっぱりどう見ても海に見えるんですが、人生初の淡水ビーチです。たくさんの人がビーチで遊んだり、お散歩やサイクリングを楽しんでいました。足だけ入ったんですが、冷たいけど冷たすぎずちょうど良かったです。いつかは海水浴、淡水だけど夏に泳ぎに行きたいなと思います。2泊3日のシカゴ旅行はこれにて終了です。最後に電車に乗って空港へ戻ります。シカゴでは電車もバスも少なくとも明るいうちには安全に利用できました。明るい時間帯しか乗っていないのですが、若い女性が一人でも乗っているのを見かけました。他に乗客がたくさんいたので、危険を感じることはありませんでしたが、人が少ない夜に一人で利用する必要がある場合は、十分に注意しておいた方がいいかと思います。心配な方は、運転手さんがいらっしゃる前の方の席に座るのもおすすめです。アメリカに来てから初めての旅行だったんですが、シカゴは都会だけど、のんびりできるスポットもあったりして、バランスが良くてとてもリフレッシュすることができました。美食の街としても知られているので、いつかまた来られた時はお金を貯めて素敵なレストランにも行ってみたいななんて思っています。頑張って編集したので、もしよければグッドボタンとチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。